皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日はこの王冠ラベルの多肉の植え替えをしようと思い外に出てきたんですが、ここ何日かで一気に気温も下がり、外での作業も寒いくらいです。しかもこの場所は夏は一日中日当たりがいいんですが、冬になると3時半には日が山の影になってしまうため、早めに作業していこうと思います。そして今日使う土は前回の動画でズボラな再生をしたこの土を使って多肉を植え替えていきます。植え替えに使う鉢は私のお気に入りのダイソーさんのスクエア鉢です。まずはこのムーンガドニスです。今回は植え替えついでに葉ざし用の葉も一緒にもいでおこうと思います。根鉢になっている根をピンセットを使いほぐしていき、ついている土をすべて落としておきます。しっかり根が張っていますね。ちなみにこの王冠ラベルの生産者さんの土は小粒の軽石が結構多めに入っていました。ここで葉ざしをもぐときに邪魔になる枯れ葉を先にきれいに取り除いておきます。枯れ葉がきれいに取り除けたら、次はいよいよ葉ざし用の葉をもいでいきます。1枚目の葉からきれいに取ることができました。この調子であと数枚葉をもいでいきます。もし葉が取りにくいようなら、葉を左右に揺らして葉が取れそうな方向から優しくもいでいきます。最後にロゼットの形を確認して、これでムーンガドニスの葉ざし取りは完了です。ちゃんともいだ葉に成長点がついているか確認しておきます。しっかり成長点がついていましたね。次はムーンガドニスを鉢植えしていきます。今回鉢底石は先に入れておいたので、ロゼットの高さに合わせて土を入れていきます。途中ピンセットを土に刺して、ムーンガドニスの根と根の間にしっかり土を入れていきます。この時ロゼットが鉢の中心に来るように土を入れていきます。葉と葉の間に土が入らないように外葉を軽く持ち上げて土を入れると、株元までしっかり土を入れることができます。土がふかふかしているので、しっかりピンセットで押さえつけておきます。この工程を何回か繰り返して、ウォータースペースを1センチほど取り、これでムーンガドニスの植え付けは完了です。最後に忘れずに名札を刺しておきます。これ去年の6月の七福神の様子です。そして今年の4月、この時までは元気な七福神でしたが、夏越し大失敗の今の七福神の状態です。まさかここまでひどい状態になるとは思ってもいませんでした。大きめの鉢に植え付け、周りにセダムを植えたのが蒸れる原因になってしまったといった感じでしょうか。
茎が生き残っているものもありますが、茎が完全に枯れてしまっているものもあり、今年の夏は七福神にとっても過酷な夏だったようです。上手に七福神を育てられている皆さんがとても羨ましいです。この七福神も蒸れて成長点までダメになってしまっていますが、蒸れた葉の下には小さな七福神がついていました。ちなみに4月の終わりにこの鉢から胴切りした七福神もすべてダメになってしまっていました。その時の動画は画面の右上にカードを貼っておくので、そちらの動画をチェックしてみてくださいね。今回七福神はとても残念な結果になってしまいましたが、作業の続きで次はこのマーティンです。先ほどと同じように根鉢になっている根をピンセットで崩し、株元についている枯れ葉を取り除いていきます。ここからは早送りでお送りします。この日の最高気温は15度でした。3時を過ぎるとまた気温も下がりだし、ダウンのベストを着ていたんですが、それでも寒いぐらいでした。11月の初めの週には最高気温が25度もあったのに、ほんの1週間ほどで最高気温が10度も下がり、多肉たちもこの気温差にはきっとびっくりしているでしょうね。外葉を取り、一回り小さくなってしまったマーティンは、スクエア鉢に植えるのではなく、とりあえず一旦ビニールポットに植えておくことにしました。このマーティンは真っ赤に紅葉してくれる多肉なので、これから寒くなるにつれて、どんどん赤く紅葉していくマーティンを見るのが今からとても楽しみです。そして葉ざしでたくさん増やしておきたい多肉の一つなんですよね。というのも、真っ赤に紅葉する多肉は冬の多肉棚を華やかにしてくれるので、寒くてもついつい外に足が向き、長居してしまうんですよね。3つ目の多肉はクリッシーエヌライアンです。ピンセットで根をほぐし、枯れ葉を取っていると嬉しい発見がありました。小株がついているのは知っていたんですが、まさか2株もついているなんて、これは嬉しい発見でした。とりあえず葉ざしはもいでおきますが、小株はそのまま親株につけたまま、もう少し大きくなってから親株から外して育てていこうと思います。このクリッシーエヌライアンの葉は葉の付け根が細くなっているため、とても葉がもぎりやすかったです。葉ざしは10枚ほど取りました。そして親株を鉢植えしていきます。今回再生した土を使っていますが、この土ちょっと芽が細かすぎて、もしかしたら水はけが悪いかもしれませんね。鉢底石をしっかり引いているので大丈夫だとは思いますが、状態が悪いようなら春にもう一度植え替えするかもしれません。クリッシーエヌライアンの植え替えも完了です。はい、ここであまりにも外が寒くなってしまったため、一旦撮影をやめて残りの作業を進めてしまいました。しかも今回多肉が10種類と
13個あったにもかかわらず、葉ざし用に取った葉は7種類。急いでいたために取り忘れもありました。ということで、今回はこの7種類の葉をビニールポットに植え付けて、今日の作業は完了です。この葉ざしは濡れている土を使用したため水やりはしません。そして今回植え付けした多肉たちも少し気温が低くなってしまったため、今回は水やりせず、後日暖かい日中を選び水やりすることにします。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。